2026年の春、韓国ソウルのある小さな木工房で一人の老人が涙をこらえながら箱を手渡す場面があった。その箱はただの木箱ではなかった。年老いた手が3年という時間をかけて削り磨き愛情を刻み込んだ命そのものだった。受け取った孫たちはそのぬくもりの意味をまだ完全には理解できていなかった。しかしその場にいた全員が何か言葉にならないものを感じて静かに泣いていた。医師は言った。余命は3ヶ月ですと。その言葉を告げられた日、この男性は自ら命を絶つことを考えた。58年間必死に築き上げてきた事業が崩れる音が頭の中で響いていた。家族に迷惑をかけたくない、苦しむ姿を見せたくない、そんな思いが追い詰められた心を覆っていた。しかし彼は違う選択をした。死へ向かう代わりに何かを作り始めたのだ。工具も持ったことのない男が小さな木工所を立ち上げた。理由はただ一つ、孫たちのために成長を記録できる特別な箱を作りたかった。それだけだった。その小さな約束が3年という奇跡を生み出した。医療チームさえも予測できなかった時間を彼は生き続けた。そしてその3年間は家族全員の人生を静かにしかし確実に変えていった。病がなければ絶対に選ばなかった道がある。その道がなぜ彼を救ったのか。次はこの男性がどんな人物だったのか、そこから話を始めよう。彼の名前はイ・ジョンソク。1968年生まれ、当時58歳。ソウル郊外の小さな町で生まれ育った彼は若い頃から人一倍の負けず嫌いだった。大学卒業後すぐに小さな貿易会社を立ち上げ、20年以上をかけてそれなりの規模にまで育て上げた。朝は誰よりも早く出社し、夜は誰よりも遅く帰る。それが彼の生き方だった。家族との時間はいつも後回しだった。妻が誕生日を祝おうとしても仕事を理由に断ることが多かった。子供たちの学校行事もほとんど出席できなかった。それでも彼はこう信じていた。家族のために稼ぐことが自分にできる最大の愛情だと。しかしその信念は2026年の春、音もなく崩れ始める。定期検診のつもりで訪れた病院で医師から告げられた言葉は冷たく短かった。膵臓がんステージ4、余命はおそらく3ヶ月です。その瞬間彼の頭の中は真っ白になった。仕事の予定も翌月の会議も全てが遠い世界の話のように感じられた。60年近く走り続けてきた人生が突然終わりを告げようとしていた。絶望した。当然だろう。しかし彼はその絶望の中である一つの問いと向き合うことになる。自分はこれまで本当に大切なものに向き合ってきたのかと。答えは出なかった。いや、出せなかった。その夜帰宅した彼が見たのは孫たちが無邪気に笑う顔だった。その笑顔が彼の中で何かを静かに動かした。次はその瞬間に生まれた出会いの話をしよう。孫たちの笑い声が家中に響いていた。その日の夜、彼は玄関に立ったまましばらく動けなかった。診断書を握りしめた手が小刻みに震えていた。膵臓がんステージ4、余命3ヶ月。医師の言葉が頭の中で何度も繰り返された。リビングから声が聞こえた。おじいちゃんおかえり。孫の一人が駆け寄ってきた。何も知らないあの無邪気な顔でもう一人も続いた。小さな手が彼の大きな手をぎゅっと握った。その瞬間何かが崩れた。涙ではなかった。怒りでもなかった。言葉にならないある感覚だった。この手をもう離さなければならないのか。この笑顔を3ヶ月後には見られなくなるのか。夜孫たちが眠った後、彼は一人台所に座った。58年間仕事だけを生きてきた。会社を大きくすることが家族への愛だと思っていた。しかし孫たちの誕生日を何度忘れたか、運動会に何度行けなかったか、数えれば後悔ばかりだった。その時彼の目に棚の上の古い木箱が映った。亡き父が手作りした小さな道具箱だった。傷だらけで色あせていた。しかしその木のぬくもりが
なぜか胸に刺さった。父も不器用な人だった。言葉より手で語る人だった。彼はその箱をそっと手に取った。長い時間ただ見つめた。そして静かにこう思った。自分にも残せるものがあるかもしれないと。死ぬまでの時間ではなく、生きている間にできることを、孫たちのために形として残るものを。その夜が全ての始まりだった。絶望の底で芽生えた小さな一つの問いが、やがて彼の人生を思いもよらない方向へと動かしていく。その朝、彼は初めて工具を手に取った。人生で一度も木を削ったことはなかった。設計図も経験も何もなかった。あるのは孫たちへの約束だけだった。最初の1週間は散々だった。指に傷を作り、木材を無駄にし、形になるものは何一つできなかった。妻は黙って絆創膏を持ってきた。何も言わなかった。ただ隣に座っていた。それだけで彼は続けることができた。病院での検診は3ヶ月ごとに続いていた。医師たちは首をかしげた。数値が予測通りに動かなかった。悪化するはずの時期に彼の体は踏みとどまっていた。理由は誰にもわからなかった。ただ一つ変わったことがあるとすれば、彼には毎朝工房へ向かう理由があった。孫の名前を刻む木材が机の上で待っていた。完成していない箱が彼を呼んでいた。6ヶ月が過ぎた頃、最初の箱が完成した。荒削りで線も歪んでいた。でも確かに形があった。彼は箱の内側に小さな文字を刻んだ。じいじよりずっと愛していると。娘がそれを見て泣いた。彼は泣かなかった。ただ静かに次の箱の設計を始めた。2番目の孫のために、3番目の孫のために作ることが生きることになっていた。1年が過ぎた。そして2年が過ぎた。医師が3ヶ月と言った日から気づけば3年が経っていた。工房には6つの箱が並んでいた。それぞれに名前が刻まれ、それぞれに思い出が詰まっていた。箱を作る間に積み重なった時間そのものが彼と家族を静かに深く結びつけていた。失うはずだった時間の中で彼は何かをずっと受け取り続けていた。幸せだった頃の記憶はいつも突然蘇る。彼が最も幸せだったのはいつだったのだろう。事業が成功した瞬間だったのか、子供たちが独立した日だったのか、それとも孫たちが初めておじいちゃんと呼んでくれたあの日だったのか。彼自身も長い間わからなかった。若い頃はただ前だけを見て走り続けた。お金を稼ぐこと、認められること、結果を出すこと、それが全てだと信じていた。家族と過ごす時間はいつもここでいくらでもあると思っていた。しかし後でというのはこんなにも簡単に消えてしまう。58歳の秋、医師の口から告げられた言葉は冷たく静かに彼の世界を塗り替えた。膵臓がんステージ4。残された時間は3ヶ月。その夜、彼は一人で泣いた。声を殺して布団の中で子供のように泣いた。悔しかったのではない、怖かったのでもない。ただもっと早く気づいていたらという後悔が波のように押し寄せてきた。もっと早く木の香りを知っていたら、もっと早く孫の手を握っていたら、もっと早く何かを作ることの喜びを知っていたら。試練は予告なく訪れる。それは残酷なことのように見える。しかし時にその試練だけが人を本当の場所へと連れて行く。彼が工房に立ち初めての実を手にした日、不思議なほど心が静かだった。恐怖ではなく穏やかさが胸の中に広がっていた。それが彼にとっての本当の幸せの始まりだったのかもしれない。この工房がやがて家族全員にとっての支えになっていく。工房が完成した日からしばらく経った頃のことだった。彼はある夜、飲みを置いたまま床に座り込んだ。体が動かなかった。痛みではなかった。疲れでもなかった。ただ心が折れそうになっていた。3ヶ月という宣告からすでに1年が過ぎていた。しかし病はまだそこにあった。静かに、しかし確かに彼の体の中に居続けていた。もう
十分やったかもしれない、と彼は思った。孫たちのために作ると誓った箱はまだ完成していなかった。それでもその夜だけは続ける理由が見えなくなっていた。その時、工房の扉が静かに開いた。息子だった。何も言わずに隣に座った父親の手をそっと握った。親父、俺も手伝っていいか。たったそれだけだった。長い間2人の間には距離があった。仕事一筋だった父とその背中を遠くから見てきた息子。言葉にならなかったことがたくさんあった。しかしその夜、工房の中で何かが溶けていった。翌朝、2人は並んで作業台に立った。息子の手は不器用だった。それでも一緒に木を削る音が工房に響いた。その音が彼にとっての何よりの薬になった。人は一人では立ち続けられない。誰かの手が、誰かの声が膝を折りそうになる瞬間を支えてくれる。彼にとってその人はずっとそばにいた息子だった。ただ気づくのに時間がかかっただけだった。工房は2人の場所になった。そしてその変化は家族全体へと静かに広がり始めていた。工房に2人の時間が生まれた。息子の手は最初ぎこちなかった。のみの使い方もヤスリの角度も何もかもがぎこちなかった。それでも2人が木を削る音は毎日その空間に響き続けた。その音が何かを変え始めた。祖父は言った。木というのは削れば削るほど本来の姿が見えてくる。人間も同じかもしれない。息子は黙ってその言葉を聞いていた。変化は静かにしかし確実に起きていた。最初に変わったのは朝の食卓だった。息子が早く起きるようになった。工房を開ける前にコーヒーを2杯用意して父を待つようになった。次に変わったのは孫たちだった。週末になると工房に遊びに来るようになった。祖父が木を削る横で小さな手が端材を拾い集めた。じいじ、これ何になるの？そう聞く声が工房に響くたびに老人の目が細くなった。医者が告げた余命はとっくに過ぎていた。しかし彼はまだここにいた。孫のために作り始めた成長記録箱は1つが2つになり2つが3つになっていた。孫が増えるたびに箱も増えた。息子はある夜父に言った。親父、俺今まで何も見えていなかったと思う。老人は笑って答えなかった。答える必要がなかったから。工房が家族の場所になった時、彼は初めて気づいた。自分が作っていたのは箱ではなかった。時間だった。誰かと共に過ごすかけがえのない時間だった。そしてその時間は次の奇跡へと静かに扉を開けようとしていた。3年が過ぎていた。医師が告げた3ヶ月という言葉は遠の昔に静かに塗り替えられていた。老人は今日も工房に立っていた。カンナを手に取り木の表面を丁寧に撫でた。その動きはもはや病人のそれではなかった。孫たちの声が外から聞こえてきた。おじいちゃん、今日も作ってるの？老人は振り返り目を細めた。あ、今日はお前たちの番だ。3つの箱が工房の棚に並んでいた。一つ一つに名前が刻まれていた。孫たちの名前が長男の子、次男の子、そして今年生まれたばかりの小さな命の名前が。箱の中には写真があった。手紙があった。老人が一文字ずつ震える手で書いた言葉があった。生きていてよかったと書いてあった。ただそれだけが書いてあった。息子が工房の入り口に立っていた。目が赤かった。老人は気づいていた。でも何も言わなかった。言葉よりこの空間が全てを語っていたから。カンナの音が静かに響いた。木の香りが室内に満ちた。3年前、この老人は死を待っていた。しかし今、彼は生を刻んでいた。木の中に、箱の中に、孫たちの未来の中に。医師たちは首をかしげた。検査結果が信じられなかった。数値は確かに変わっていた。奇跡とは空から降ってくるものではない。それは小さな約束から静かに芽吹くものだった。そして今、老人の手は止まらなかった。まだ作
作るべきものが残っていたから、次の春もこの工房で誰かのために木を削るために、あの日から3年が経った。医師が3ヶ月と言ったあの日から、老人は今も工房に立っている。カンナを手に取り、木の表面を丁寧に削りながら、その背中は以前より少し細くなった。しかし目の奥に宿る光は診断を受けた日よりもずっと明るかった。成長記録の箱はもう3つになった。最初の孫のために作った箱、2番目の孫のために作った箱、そして昨年生まれたばかりの3番目の孫のために今まさに削り続けている箱。それぞれの箱の底には老人の手で彫られた言葉が刻まれている。おじいちゃんはここにいたというたった一行の文字が、家族も変わった。息子は週に一度工房を訪れるようになった。最初は黙って隣に座っていた。やがてぎこちなくのみを握るようになった。そして今は父と並んで木を削りながら昔話をするようになった。長年すれ違い続けた父と息子が木の香りの中でようやく向き合った。娘は言った。お父さんが変わったのじゃない。私たちがお父さんを初めてちゃんと見るようになったの。医師たちは今でも彼の検査結果を見るたびに首をかしげる。数値は依然として奇跡の領域にある。だが老人本人は奇跡などとは思っていない。ただ約束を守り続けただけだという。孫たちのために木を削る、その小さな約束を、人は誰かのために生きるとき、自分のためだけに生きるよりも遠くまで歩ける。老人はそのことを工房の中で静かに証明し続けている。そして次の春も彼はきっとここにいる。この物語にはまだ最後の言葉が残っている。約束を守り続けた。ただそれだけだと老人は言う。奇跡でも根性でもない。ただ孫たちの顔が思い浮かんだ。その顔を見たくてもう一日工房に向かった。その積み重ねが3年になった。あなたにも誰かいるだろうか。あなたが生きていることで喜ぶ人が、あなたが作ったものを受け取る人が。人は意味を持つとき驚くほど遠くまで歩ける。老人が削った木の箱には孫たちの身長が刻まれている。その刻みは今もまだ増え続けている。物語に終わりはまだない。今日あなたが誰かのために何か小さなことを始めたとしたら、それがあなただけの約束になる。この動画を最後まで見てくれたあなたへ、生きていてくれてありがとう。